ないです。バーチャルアーティストによる最新音楽シーンを紹介する新時代の音楽情報番組、バーチャルミュージックゾーン、略して VMZ。 この番組では毎回ゲストアーティストの方をこちらの番組特設スタジオにお招きして、ここでしか聞けないスペシャルなトークとスペシャルなライブを月に1回全6回にわたってお届けしていきますよ。司会進行は私キズナアイでお届けいたします。まずは今月のバーチャルミュージックランキングを20位から11位までお送りします。どうぞ。Virtual Music Zone。生まれながらにしてそれは悪でないというなら救済執行どうしようもなく今を生きてるこの声が届く未来が幸福だと言えるようにただ咲き誇れ憂い蹴散らして宴の愛不況を手で鳴らして我がよだれぞ常ならぬ夢見ては満たされない満たされない満たされないのはフィーリング愛されたいそうざわたぎはねるそちらの世界にまさビーフキャラメルのビーフキャラメルほんのちょっと甘いけどマスカレード純情だってあなたの笑顔がここにあるなら諦めなんてしなかったんだあなたの言葉を思い出すから慰めなんていらなかった届けに行くんだ濡れすぎた夜空が僕らに呼吸を許さなかった風がした夕焼けが過ぎ去って夜の街になり夜に溺れかかる僕たちはハイビルの屋上で黄昏れるゲーム、アニメ、音楽、e カルチャーを愛するファンのための超没入エナジードリンク、デジタルパフォーマンスエナジーゾーン。本日のゲストはユニか。こんにちは、ユニです。ユニです。バーチャルシンガーのユニちゃんにお越しいただきました。どうもですお邪魔いたしますユニちゃんとはね、去年結構いろんなところでご一緒させていただいて、アイパーティーにも来てくれたし、そうダイブ XR フェスティバルとか、あと、最近だとテレビ朝日の関ジャムのね無責任ヒーローを一緒にパフォーマンスしたりとか、あと丸い渋谷とか原宿ラフォーレのポップアップスターでもねねえやコラボしたりとか、そうなんですよ、結構ご一緒しております。そうなのです。そうなのです。そして遅ればせながら今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。ということで今日は音楽番組ということなので、普段あまりゆっくり聴けないユニちゃんの音楽活動について詳しくお話をお伺いできればと思っております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ユニ、自称世界初のバーチャルシンガーとして2018年6月に YouTube で活動を開始。歌ってみた動画が特徴で、同年10月にはプライベートレーベルユニオンウェーブを発足し、オリジナルソング「透明制裁」をリリース。 iTunes ランキング総合3位、エレクトロニック部門1位を記録。
2019年4月にリリースしたアルバム「クリア」「カラー」は iTunes ランキング総合4位5位、エレクトロニック部門1位2位、オリコンデイリーランキング8位など数多くの音楽配信サービスで上位にランクイン。トークや前工場ではなく歌に真摯に向き合った活動を続け、昭和の歌謡曲、アニソン、ボカロ、洋楽など幅広いジャンルの楽曲を透明感のある歌声で表現し、バーチャルシンガーの先駆者として業界を牽引していると大人気のアーティストなんですよね。いやもうユニちゃんは本当に歌がうまいし、曲もかっこいいし可愛いし、なんかすごくひたむきに音楽にフォーカスしてるよね。いやなんかね、ほんと素敵に紹介していただいていやもうちょっと大げさにちょっと言い過ぎたんじゃないの？そんなことないよ、紹介だからこれぐらいでいいんだよ、事実だし。ありがとうございますいやなんかね、ユニはもともとやっぱりバーチャルシンガーというコンセプトで歌ってみた動画を投稿するっていうところからスタートしてるので、基本的にはもう何するにしても全部音楽活動のためになればなと思って取り組んでおります。そういうとこね大好きなの。いや今日はいろいろ質問していきたいんだけど、まず最初に、ユニちゃんは、2018年から活動を開始して、去年1年ね、初めて丸1年走ったなっていう年だと思うんだけど、確かに去年はどんな年でしたか？そうですね、やっぱり去年はアルバムのリリースがあって、そして本当にねリアルでワンマンのライブもねさせていただいたり、あともうイベントがねすごい出させていただきました。ほんと毎週のようにあったりとか。そうだね、よく見てた、ファッションショーみたいな出てたよね。そうなんか夏休みとかねやっぱいっぱいこうイベントあったりとか、あとその初 MC をね任せてもらえるようになったりとか、結構ねトークも増えてすごいね充実した1年でしたね。すごいね。なんかやっぱりさ、音楽だけでやるよりも、そのさっきの MC とかもそうだし、今ラジオとかもやってるじゃない。そういうのでやっぱりどんどん入り口を増やしていくってすごい音楽のために大事なことだよね。そうだと思います。いやもうだからこそ、アルバム「クリア」から、iTunes ランキング総合4位5位っていうね。ありがとうございます。ありがとうございます。売れてるってやつだよね。いやちょっと自分では言えないんですけど、売れたんじゃないですかね言っていいよ、売れた。本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。なんといっても音楽といえばライブ。さっきいろんなイベントに出たって言ってたけど、ワンマンライブもね、してたじゃないですか。そうなんです。ありがとうございます。すごい盛り上がりだったよね。もうねユニもね楽しかったですね。なんかねやっぱりお客さんを目の前にすると、やっぱこうなんていうんですかね、めっちゃ楽しいんですよ。でもすごい興奮状態というか、いつもだったらねなんかよく皆さんに言われるのがふにゃふにゃしてるとか言われますけど、もうライブではライブのユニですから、もうクール&ワイルドにね決めてやりましたよちょっと今言うと説得力がない言ってやりますよ本当にもなんかこの喋ってる印象からはライブのユニちゃんっていうのは全然想像できないし、その一面見て、また好き度が増すと思うから今年もやることがあったらもう絶対行ってみてほしい。ぜひね見てほしいですね。切り替えの瞬間が見れるってやつじゃないでしょうか皆さん。ね、これもうアーティストだよね。なんかねそこでこうガッツッとバーチャルシンガーですっていうのがね出せるのがやっぱライブだと思ってるので、そこはねちょっとギャップってやつですね。あとその去年のライブで新しい衣装とかこうヘアチェンジもしてたじゃない。そうあれはこう
ユニちゃんが一緒になってこういうのがいいなとかで決めたの？そうなんです。もうね、髪型に関しては、もう完全にユニのねデザインだったり、イラスト描いてくれてる桜木てんてんに、ユニはもうポニーテール、ロングのポニーテールがやりたいんですと、こうお願いしたりとか、あともう服のこの新しい衣装も、てんてんがねてんてんと一緒になんかこうアシンメトリーっていうんですか、こうこっちで見るのとこっちで見るの、印象をね変えたいっていう、もうねもうポイポイポイってね、素人だからこそ言える難しいとかわからないから、もう本当にねてんてんにお願いして、それをこんなね形にてんてんが叶えてくれるというね。いいね。なんかちゃんとユニちゃんの意見もしっかり入ってるし、それを汲み取ってこう形にしてくれる人がいるっていうね、素敵だね。そうなんです。ありがとうございます。てんてんありがとう。結構アーティストさんって、この人に影響を受けてとか、そういうの聞いたりするんだけど、ユニちゃんってこう影響を受けたボーカリストさんだったり歌い手さんとかっていたりする？そうだな。でもなんか、いろんなジャンル歌うからこそ、結構本当にこのジャンルだったらこの方みたいな、結構本当に分けて聞いたりはするんだけど、元を言うと、本当にラララックスさんだったり、あと自分でチェロを弾きながら歌ってる分島香音さんっていうアーティストさんがいるんだけど、はもうもしかしたら原点というか、結構なんていうんですかね、真似ているというか、こうなりたいなみたいなのは最初に思った方かもしれないですね。こうなりたいなって思うポイントってどこなの？その時やっぱユニも気づいてなかったんだけど、だんだんこう共通点って思ったのが、ストリングスというかストリングスがユニ好きなんですよ。だから弦楽器だったり、そういう音楽を駆使した方々の曲がまず好きで、そういう方たちってやっぱ歌い方がちょっとなんかそっちに合うというか、ちょっとダークなとこ入ったり、ちょっとクラシックな面が入ったりするんですよ。でそれが多分個人的にすごい好きで、そういうところに多分憧れるんだと思いますね。なんかそれ聞くとジレンマとかすごいそうだよね。そうなんですよ。でまさにジレンマがそのラララックスさんに書いていただいた曲で、もうじゃあいやもう憧れていた時は白目向きましたよ。はい。すごい。どうだった？お会いとかしたんですか？おしゃべりとか。そうなんです。作ってくれた方がそのラララックスさんの曲を全部やってる江口さんっていうユニのファン、ユニがすごい好きな方なんですけど、お会いした時はもう第一声にユニもファンですって叫んだ。そうなんです。でやっぱ最初は緊張してるんで、でだんだんこうレコニコ終わった後にみんなでちょっと談笑とかできてね、本当にもう幸せの時間で、しかもそのラララックスのボーカルの方が仮歌を撮ってくれて、もうそれ自分だけのものだもんね。そうなんですよ。だからもうユニは超レアな曲を、花は幻とジレンマ2曲、超レアな仮歌を持ってるんですよ。いいね。やばい興奮でしたね。すごい。でもそれ、やっぱさ、ファンですって言って、お仕事にその人もつながってさ、ファンだった子の曲を書くってまたなんか素敵だよね。なんか双方素敵な幸せ空間だね、本当に。でももう本当つなげていただいたことがね、本当にありがたいですよ。だからもう夢は言ったら叶うなってそこでちょっと思った。叶う。私欅坂ちゃんとアイズワンが好きで、この前日向坂ちゃんからコメント生まれてすごい嬉しかったんだけど、すっごい嬉しかったんだけど、でも欅坂ちゃんとアイズワンからはもらったことがないの。どうやったら叶うかな？言った方がいいよ。もうどこ行った時も言ったらいいんだよ。欅坂とアイズワンに会いたい。お願いします。これもう大丈夫だね。これ来るよ。もう今年は来ますね。来ますね。
じゃあ最後の質問。ゆにちゃんは2020年はどんな年にしていきたいですか？そうですね。この間のワンマンの時にも言わせていただいたんですけど、ユニは表現者としてもうこの曲に合った歌い方、髪型、服装だったりっていうのを本当に歌だけじゃなくて全身で表していけるような本当に表現者としてどんどん進化していくのが本当に今年も夢でありまして目標であります。はい、素敵。いやなんか真面目なこと言っちゃったら、いいじゃん。こういうところでね言っとかないとね、いつもこうね、我々おちゃらけてんなみたいなことでね、誤解だよね。誤解だよね。割と真面目だよね。そういやそのね目標をこうね守ってずっと走る道を私も応援してます。ありがとうございます。2020年も一緒に頑張ろう。あとね、私もうゆにちゃんとのやつが一個あって、一緒に歌いたい、歌ってみたを一緒に出したい。ユニもそれ思ってた。本当？私ね、ユニが今ね思ったのはね、キズナアイ with ユニで出したいよね。出したいね。大人の人お願いします。お願いします。さて、そんなユニちゃんなんですが、今日はこちらで一曲聴かせていただけるんですよね。そうなんです。本日はですね、私のオリジナル曲でBeautiful World という曲をやらせていただきます。この曲はですね、透明星彩やウィンターベリーなど書いてくれてるゆうしえさんが作詞作曲を今回もやっていただいて、で秋をテーマに書いていただいた曲になっております。でこの曲は本当にライブでみんなで歌えるっていうものを、テーマに作ってくれたので、ぜひね皆さん覚えていただいて一緒にラララやりましょうという曲になっております。ということでラララやりましょう。やろう。それでは聴いてください。ユニちゃんで Beautiful World。どこまででも深く沈む空、嘘みたいに回るこの星でそっと寄り添うのは気持ちだとか言葉にできないようなことなんだ。膨らんでそこら中に散らばった想いが一人じゃないと気づかせるよ。もう恐れなくていい、遠い遠い君に届くまで。さあ歌おう、丸い世界で繋いだ手と手で、いつかの夜に光を灯したら明るい日差しが降り注ぐ優しい風を感じて
つかの夜に光を灯すんだ。新しい朝が始まれば眩しいほどに輝くビューティフルさ。ララ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 ラ続いてはバーチャルミュージックランキング10位から1位の発表です。どうぞ。君の正体を描いて恋に恋をしないで目を覚ますように。魂を一体どこに隠した神よ輝くよイブよ雨粒を止め息切らして夢追いかけたいワクワク止まらない想像を超えてく世界見せてもったいなこのままだもったいない苦しく責任揺らせてきビガビガ詰めて詰めてとびきり以外嫌だ嫌だの名のふすべてハロー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 目覚めた朝を覚え君はめきられて愛が足りないコントロールせば琥珀の体を二人と分けたら一人は生きる意味なくしないだ。Come on baby baby 見つけ出して待てろの隠れ家で私ロンリーロンリーバズったらそれさ今私風になるハロー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 私宇宙人なんだよ初めて言うけど初めて言ったけどハロー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 実は深海魚なんだよ私だけ私だけ私だけを見ててよね好き嫌い好き変わらない相手貫いてそばにいてそばにいてそばにいて離れないでちくわのうったんちくのちやちちちゅあなたとまたチュチュチュありがとうございました。ありがとうございますいやもうぜひねこう繰り返し見てやってほしいですね。お願いしますではこちらで番組をご覧の皆様にお知らせです。ユニちゃん初となるスケールフィギュアが受注開始。チャームポイントの三つ編みやマイク間違えたアクセサリーの細部まで精密に再現され、ユニちゃんの愛らしさや元気さがそのまま表現されている非常にハイクオリティなフィギュアとなっているそうです。ありがとうございます。
そうなんです。2月28日まで受注を受け付けておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。チェックしてみてくださしてみてください。すごい魔力が入っておりますので。魔力？そうなんです。なので今年厄年の方はね必須アイテムとなっておりますので、詳しくは私のオフィシャルサイトをご覧ください。い。そういえば私も、ゆにちゃんの、フィギュアをもらってから、なんかこうお金が降ってきそうな気がするし、なんか受験も受かりそうな気がするし、告白も成功しそうな気がする。誰に？やば誰にでもね、やっぱりなって感じですね。魔力入ってますんで。はい、もうこの通り出てますので、成果が皆さんぜひ必須アイテムとなっております。ご購入ください。はい、お願いいたしますということで、早いものでお別れのお時間がやってきてしまいましたが、ゆみちゃん、今日は来てくれて本当にありがとう。こちらこそありがとうございましたありがとうありがとう。ちょっとユニ、実はちょっと愛ちゃんにお願いがありまして、私月1でレギュラーをやらせていただいているラジオ番組ユニのオールナイトニッポン愛にもぜひね、愛ちゃん遊びに来てほしいなと思ってるんですけど、来てくれるかな？いいともー。ということでね、出演させていただくことになりましたので、番組をご覧の皆さんも楽しみにしていてくださいね。楽しみにしてください。それでは皆さん、またねー。バイバーイ。バイバーイ。Virtual Music Zone.